私黄昏れちゃうんですよ基本。心が晴れやすい。角にこうやって。上身のですね。もう自分で見てらんなくなるので。気持ち悪い今なんかないですか。ちょっとやめてよ、こんなの引き継がなくていいよ。さあ始まりました乃木坂50司会のバナナマンです。はい、お願いします。乃木坂ちゃんでせーの。メモのご準備を。メモのご準備を。メモのご準備。ということで日村さん本日の企画お願いします。1年目にやっておいた方がいいことリスト。やった6期生が加入して3ヶ月。まだまだ乃木坂での活動に慣れていない後輩たちに先輩メンバーが今だから話せる1年目にやっておいた方がいいことを発表。今後の活動の参考にしてもらいます。先輩からの。で今ここには6期ちゃんいません。なんでいないの？別室にいます。あれ？どこだ？別で？うつむりじゃない？何唇尖らしてるようなやつ。そうね。カメラまだ来てないと思ってんのね。じゃあここでちょっと6期のスタジオとね。これつなぐ？はい、つなぎたいと思いますね。はい、6期の皆さん。はい。聞こえますか？どうもどうも。ちょっと今日は別室でね、すいません、スタジオがね狭くて入りきらないんでね。ちょっとそっちで聞いてもらってって感じになりますけども、これはもう本当こんな機会ないとあんまり教えてくれないようなこと先輩多分言ってくれると思いますんで。おい。ちょっと大丈夫か？タイムラグがあるんですかね。元気ないよ。元気です。元気ですか？増田。はい。大丈夫ですか？元気です。はい。よっしゃ。元気ですか？ね。まずは3期生久保が6期生に教えたいこととは。はい。ずら。タクシーの拾い方を覚えよう。何ですか？こういうことなの？もう実務的な。本当に実務的な。これは私本当東京に出てくるまでタクシーに乗ったことが1、2回しかなかったんですよ。ないよね。まあみんな若いからね。ないじゃないですか。1回1年目の時に電車が止まっちゃってマネージャーさんからタクシーで来てくださいって言われたんですけど、その時ってまだ配車アプリとかが流通してない時で道で自分でこうタクシーを拾わなきゃいけないんですけど、その拾い方が分からなくて道端で大泣きするっていう。そっか、時間も迫ってくるし。やっぱ結構手挙げてもこう無視されちゃうこととかもあるじゃないですか。そうだよね。そういう時に心が折れちゃって、そこからタクシーが怖くなって、私結局乗れるようになったのが3年目とかだったんで、時間すごいかかっちゃって、だからこのコツとしてはもうとにかく心を強く持つっていうすごい大事で、何回振られてももう心を保ってないと泣くことになるので。ちょっとそういうのタクシーとか乗ったことなかった人いる？乃木坂入るまで一人で。まあでもそうか、そりゃそうか。まあ今はでもあれアプリあるからな、あれ便利だよね。あれすごい便利。俺も最近教えてもらってさ、すげえ便利なのね。お便利。本当に。はい、まだ久保ある。はい。節約をしよう。節約をしよう。なんでしょうこれは。例えば握手会がありますってなった時に、毎回の部で服を変えるとかなるとすごい服が必要になるっていうので、今なんだっけ、握手会じゃなくて身ぐり。それも私服なの？それも私服です。衣装費みたいなのは出ない？出ないです。これは最初の頃も高山だっけな、タグつけたままで買ってタグは取らずに、その方が売る時にちょっとでも高く売れるように。これでもあとはさ、先輩から後輩に衣装を譲るっていうのもあるよね。あります。3期生とかの時は先輩方がグループを作ってくださって、そこに写真を一気に10枚ボンって送られてきてて、もう今から用意スタートで欲しいものがある人は個人で送ってくださいっていうのをやってくださってたんですよ。それないの今は？ここで個人的にはあげるわんだ。でもこれもまた一つ問題があってね、趣味じゃない服もらっちゃうと困るっていうのが。前秋元のやつ全部肩が出るやつだったけど。節約しようは何かにつけてでも大事かもしれないですね。食事とかも結構おやつとかおやつすぐ買っちゃうと結構かさむじゃないですか。私は当時宮城でトースターで食パンの耳を焼いて
それを袋に入れてレッスンとか持ってってたんですよ。それ何1年目とかでしょ？みんな結構食べてくれてて、お母さん手伝い。そんな時代あんの？それをみんな食べるって言って食パンの耳渡して回ったりとかしてて。そんな若手芸人みたいなことあんの？そんなお金ないの？いや、すっごい節約してました。あの天下の乃木坂がとにかくお金を使わないようにみんなでアイス3分割とかもうやってました。アイス3分割？みんなで。今はあれだろ、全種類買ってちょっと食ってもでもそういうのって仲良くなるきっかけにもなるので、同期とそういうおやつを分け合う、手作りするっていうのをおすすめです。そういうの。続いて4期生遠藤からのアドバイス。じゃん。自分が喋る内容はしっかりと練習しておこう。これなんだ？なんですかこれ？はい、これはもう私がとにかくお話しすることが下手っぴっていうので、工事中とかもそうですけど、振られて喋れないっていう。ああ、なるほど。これ遠藤は今はもうこうやって喋れるけど、最初の頃みんなそうなんですけど、遠藤とか特に人見知りというか、声ちっちゃいし、あみたいなね。急なやつでしょ？急になんか投げかけた時でしょ？でも逆に嬉しいよ。そんな気持ちを持っていたというのを知れて嬉しい。あ、そう。もう本当に喋れないから、今日はこういうエピソードを話すからって言って一旦こうメモかなんかに喋るエピソードを書いて、これを喋ったらきっと設楽さんや日村さんはこういう質問を投げかけてくるだろうなっていうので。マジで？最初からやってたのそれ？最初はもちろんできなくて頑張ろうって思ってやるようになりましたね。例えば何かあった？メモったこと覚えてるやつ？この間の収録で設楽家のカレーを食べたって赤鉛筆のねケータリングでね、を食べたっていうエピソードを話した時に、絶対設楽さんは美味しかった、どうだったって聞いてくるから聞いてくるから設楽さんが作ったの食べたいですっていうのを言おうって思ってお伝えしました。素晴らしい。すごいじゃん。まんまとじゃあ聞いたでしょ、美味しかったって。パターンがあるのね。ハマるやつがね。作ってくださいっていうのも伝えできたのでよかったなと思って。これ簡単そうに見えて結構ね、普通のところで喋れてもテレビとかになると急に緊張しちゃったりとか、なんか面白いこと言わなきゃとか力んじゃうと喋れないんだよね、意外とね。遠藤がそんなことしてるとは思わなかったね。じゃあ今日の今もそれもすごい練習してきてる？楽屋とかで一生懸命シミュレーション立ててるんですけど、うまくいかないこともやっぱ多いので、そういう時は同じく心を強く持つことが大事かなと思います。最終的には心強くなるのね、これね。素晴らしいですな。これ勉強になる回だね、今回ね。続いて3期生伊藤リリアの教えとは？じゃん。洗濯機はドラム式。そういうのも教えてくれるの？何これ？一見関係ないように感じるかもしれないんですけど、やっぱアイドルでも人間なので生活をしないといけない。もちろん。普通に生活ね。普通に生活をしないといけないんですけど、例えばライブの日。もう何万人のお客さんの前でキラキラした衣装とかを着て歌って踊ってってやった日も夜には洗濯をしないといけない。それはそうだ。そうなんですよ。溜まってるから。その時に縦型の洗濯機だとこう一番奥とかにある靴下を取る時とか虚しいんです。虚しい。すごく。虚しい。そこです。落差がすごくて、ステージの時と生活の時、さっきあんなキラキラしてたのになって思うので、ドラム式だってさ、奥の靴下取るの一緒じゃないの？いやでも縦型の方がやっぱこう下を向いてるので気分が落ちるんですよ。この動きもなんかもうなんでこんなことしてるんだろうって。そうかな。最初に「おわはいはい」って言ってた人も同じ意見なの？なんかちょっと路線違って感想とかだと思いました。私もそう思いました。労力の話、なんか最初の状況の段階で予算足りないって言って縦型買っちゃうと後でどうせ買い替えないといけないからみたいな感じだと思ってました。最初にいいの買っとけってことね。私は本当にこうステージから日常になったこの落差が本当に辛くて。でも私本当に6年ぐらい縦型をずっと使ってて、そう最近になってドラムに変えたんですけど、見違えるようにもう心が晴れやかに。それはドラムがただ良かっただけなんじゃないの？
1年目だと難しいかもしれないんですけど、なるべく早くドラム式に変えた方がいいかなと。たまにこの番組でも洗濯機をゲットする可能性があったりする。ああいう時家電みんなすこぶる燃えるもんね。4期生夏季からは乃木坂ならではのアドバイス。メイクは早めにやっとこう。メイクは早めにやってよ。何これ。なんか乃木坂の今日もそうなんですけど、現場ってメンバー30人くらいいるんですけど、メイクさんが今日は8人で、朝おはようございますって来てメイクさんのところに行って「今日メイクお願いしていいですか?」っていうふうに予約してから着席みたいな感じ。もう向こうがなんか決められて「はい次何何何何」とかじゃないんだ。そうなんですよ。そうなの？早いもん勝ちみたいな感じなの？そうなんですよ。ほんで予約しとくと、じゃあその人が手挙げた時にじゃあ夏季入って呼ばれるわけ。呼ばれて。そういうシステムなんだ。そうなんですよ。だから入って1年目の時とかはやっぱ先輩方がもう先に予約されてたりとかすると声かけられなくて、メイク途中のメイクさんに邪魔かなとか、あとはその声かけられないな、どうしようかなって思ってたらもう間に合わなくて、あと30分もないのにもうメイクを何もしてませんってなった時に先輩の堀美央奈さんにメイクしてもらったことがあって、そうなんかもう私がもうどうしましょうって言ったら私がやってあげるって言って、やってちょっと迷惑かけちゃったりとかしたので、できれば本当先輩より先にもうメイクお願いしますって言っちゃっていいんだ。だからパパってもうメイク終わらせちゃう。早く楽屋入って早くやっちゃうことはいいんだ。それが一番いいと思うんですけど、入り時間同じとかだと早くやりたい方もいたり、あとゆっくりのんびりしたい方もいたりみたいな。5期もその辺のルールは最初戸惑ったの？最初戸惑いましたね。困るんだ。あれです。私は先方を使ってて、メイクさんにこう行く順が私が一番早かった時とかは先輩に聞いてもらって、一番が良ければ先輩先やってもらって、で最後が良ければ私次入りますねって言っとけば。それはメイクさんに言えばいい。メイクさんに言います。なるほど。でメイクさんに聞いてもらう。それ平等にじゃあバランス取ってもらえば。はい。なせるのこれはすげえ勉強になると思うよ。これだって事細かにこんな教えてくれる時間ないんでしょ。キャプテン梅澤が後悔していることとは？声は高くしない。これちょっと待ってください。どういうことですか？これ私は割と初めの頃そのアイドルっぽくない見た目だったのもあって、ちょっと頑張っちゃって声が高かったんですよ。過去の映像を見ると自分でわざと高く出してた。そんな意識なかったんですけど、多分頑張ってたなって今思うんですけど、もうそのままでいいっていう。あんま作った声とかだとそれ後で苦労するよ。本当にもう自分で見てらんなくなるので、なんとかみたいにやった。なんかちょっと高かったです。なんか音色が声の。俺でも高山も言ってたよ。高山も最初高い声でずっともうなんなら裏声で喋る。自分が低い声だコンプレックスがあったから高い声にしたらもうどうにもなんなくなって途中からでも確かにこれってさ結構経験あんのみんな。最初はちょっとあんの？中西もあんの？ありますね。もし最初から声別に。でも私も最初アイドルしなきゃと思って好きな食べ物マカロンって言ってたりとか。そういう系だよね。それは何？嘘だったの？そう本当なんだ。嘘じゃないんですけど、やっぱ可愛く見られた方がアイドルらしいかなと思って。じゃあ今ならなんて言うの？上ミノですね。真逆だな本当に。続いて林が教える乃木坂処世術。動きやすい格好をする。私たち年に何回もライブをするので、ライブのリハーサルで連日先輩と一緒になることって多いんですけど、初めの頃ってやっぱり容量が良くない時期じゃないですか。初めてのことも多くて、しかもいっぺんにいっぱい覚えなきゃいけないわけだからね。そういう時にすごく動きづらそうな格好をしてたりとか、じゃらじゃらなんか紐が垂れてるような服とかを着てると、おかしいね。あいつ下手なのってあれ着てるからじゃねっていう思われても仕方ないって思ってたので、私はもう自分ができてないっていう自覚があったので、できるだけ見た目でハードルを下げていくっていうのを大事だよね。やる気あります。もう動きやすいです。そりゃそうだ。ライブとかでもらったライブの
こうもうジャストサイズの T シャツにこうなんか丈とかももう裾もギリ足りてるみたいな。なるほどね。ファッションじゃないとそういう時は。これはもう前女の新人もちゃんと T シャツ入れてたもんね。そうか、やっぱやる気を見せなきゃね。私はちゃんと踊りに来ましたよっていうのをこう見せていく方がなんかこうミスとかした時もちゃんとやってるなっていうふうに思ってもないです。誤解されずに済むので。本当だね。でも短パンランニングに頭にタオル巻いてこうやってでやられてもちょっと。私が入って1年くらいずっと中学校バスケ部だったので一生バスパンでリハやってたんですけど、なんかもう後々になってちょっと後悔するのはちょっとあります。なんで？めちゃくちゃ動きやすくてその時はもう超ベストだと思ってたんですけど、後々やっぱずっとメイキングとか1年目。これどうすんの？メイキングあるよ。どうすりゃいい？じゃあベストなのを教えてあげれば。でも1年目はもうそんなこと気にしなくていいんです。がむしゃらにそのハーフ丈でもそれも好感度しかないし欲しいから今ではできないですから。今はもうスタイリッシュになっちゃってるから。いやそういう意味じゃないですけど、今はもう初めしかやっぱ学生パンツが履けないんで。なんかさ前の期がさ次の期にプレゼントすればいいじゃん。それが入学祝いじゃないけど乃木坂入った記念でこれを伝統にすれば5期が6期にプレゼント。それがそうすれば迷わなくていいじゃん。確かに。それで第2の林が生まれないわけで大丈夫。ねえ。4期生黒見先輩からの教えとは。座席問題を知っておこう。拍手が出ました。何ですかこれは。私たちは結構車両でこう移動の時に送っていただくことが多くて、先輩方と一緒の時最初どこ座っていいかわからないので、これは本当にさっきのメイクと同じでそれぞれのこう先輩方とかメンバーが好きなところを覚えておけば一緒になった時に座れるなっていうので、今日はちょっと決まってんの？なんとなく決まってます。それね。面白そう。こっちね。車の座席でこれが一番後ろの席で結構こう座りがちだよっていうの。でっかいバンみたいな。そうですそうです。例えば結構5期生は最初の頃一番後ろに分かんなくてみんなで。後ろに行っていいの新人さんが。新人が後ろです。マジで？なおちゃんとかまゆたんとかずっとロケバス中も喋ってることが多くて、元気もらいたい時は近くにいる。そういうルールもあるの？梅とかも前なんだ。私一番前が好きで。なんで前なの？足が入んねんの？いやでも本当にそうで、割と足が結構きつくなってきちゃうので、なんか流して伸ばせる。あとその見栄えがいいというか景色が見れる。それめっちゃあります。わかるわかる。しおりさんとかは結構一人席に座りがちなイメージが。ここね。そうです。一番狭いところ。なんで？なんか狭くて私黄昏れちゃうんですよ基本。あんま喋ったりしない。確かに。ずっと見てみた外。そう、あの席が一番窓がでかいんで基本黄昏れるんで。これ5期とかも最初分かんなかったわけでしょ？どうやって覚えてくるの？でも基本的に大きい車って後ろの方が揺れるので、その酔いやすい席は後輩がっていう意識で後ろにいました。でも奥って本当人気ないです。なんかハイエースとかだと奥ってその直角なんですよ。背中が直角で、特に多分その背が高いメンバーとかだと頭がすごい前傾になっちゃってもう首にやっちゃうから、もう私とかが奥行くとこの角にこうやって。でも角だとこっちもこうシュワーってなる。じゃあ今後5期もむずいよな。ちょっとずつ前に行くんだ。先輩とのこう兼ね合いで、それはだから黒目に聞きゃ分かんだろ、すぐこうだよって。サッカーみたいになってたよ。黒目はどこ座るの？私大体ここです。後ろだ。じゃあ今後変わるじゃん。こことか行っちゃいます。なんでいきなりそこ行ったの？なんでいきなりそこ行ったの？こことか行っちゃいます。でも確かさっき言ったように一人で静かに乗るのが好きな人と喋りたい人とっていうのは、多分アルノとさっちゃん、さつきとかオカヒナとかも結構喋ってるタイプなので。ああそう。じゃあ喋りたい人はそういう人の近くに行くと元気になります。すげえやっぱ空気があるんだね。じゃあ静かにしたい人は久保とか。あやね。そういうとかも。はい。じゃあそこら辺の近くに座るときは喋らない。
いや全然喋ってもらってイヤホンしてるんで。いやえぐいな。それのがえぐいわ。喋ってもいい、私聞いてないけど。楽屋とかもあんの？結構、鬼別に座ることが多くて、なんか初期の頃は奥目に座るようにしてます。それも奥は新しいキーから。先輩に結構後輩は奥に座った方がいいって真夏さんに言っていただいたことがあって、それでそれ以降ちょっと意識はしてみて。なんかそういうのあったな。松村とかは弁当の近くがいいとか。なんかテレビがある楽屋はテレビの近くをこの人が行くとか。大体四つ角のモニターが見えるところに座ります。角欲しいです。でモニターが近いところを開けた方がいいわけだ。なんかでも時々席がもう人数分しかない時とかあるんですよ。そういう時にやっぱ木でまとまりたいけど、やっぱ先輩たちってちょっと間開けるからちょっと歯抜けになってる。めんどくせえな。そうなるとあれやばい、あそこが空いてるけど席がないみたいになるの。我々の時はその時に先輩に気を使わせてはいけないから、とにかく止まらない。もう歯抜けでも座る。もうそう間に入って入んの？その立って待っちゃうと先輩がずれさせちゃうから、そうさせないために止まらずに、とにかく今日は先輩と先輩の間だと思ってもそこに座る。きっかけになります。そうなんです。そうなんです。そっか、喋れんのか。勇気を持って行った方がいいんだ。そうか、そうやってきたんだもんな、みんな。そうやってきました。あえて歯抜けにすることもあるわけ、先輩。ないですないです。飛び込んでこいじゃないけど。じゃあゴーキはまた大変だな。またちょっとずれてくるんだ。でも今の話聞いて、あ、そうだったんだ。ねえ。知らないで角取ってたんじゃない？モニターの前座ってたんじゃない？いやなんかどうしようかなって多分ゴキさん結構うろちょろしちゃってた。早く気使わせないために座らないと。飛び込まなきゃダメなんだよ。これさ、じゃあ弁当取る順番とかあるわけ？ケータリングとかいただいた時は先輩が取ったかちょっと確認して、先輩が取ったらじゃあそろそろ行ってもいいかなっていうので。じゃあ俺があげたイチゴとか大変だ。個数が決まってるし取ってない。さんとかは多分気使ってくださってこう先に行ってくださるんですよ。そうもうみんな取れないから行こう。取れないからね。優しい先輩だね。ゴキとかもそういう感じだったの？じゃあなんかルールあんだ。勝手に食っちゃダメだぞ。いいんだよって言ってるけど本当はダメだぞ。難しいよ、今の答え出てねえよこれ。さあということでロッキー。はい。ちょっとここからですね、ロッキーのみんなからまあ先輩に聞いてみたいこと少しだけ聞いてるんで、ね、川端。はい。今現在HK3 を受け継いでる方はいらっしゃるんですか？あれ、乃木坂工事中結構見てないとこれわかんない。見てたんだ。見てました。これは日村嫌い3の略ですよね。受け継ぎ引き継ぎ。これって何期まで知ってんだこれ？知ってます。3期は知ってる。4期5期も知ってる？なんか知ってんだ。 HK3 引き継がれてる方いらっしゃいますか？どうなのこういうの？いいですか、1個。なんでしょう？クロミちゃんの LINE の名前が HK3 です。もうじゃあ決定じゃん。ずっと気になってて。クロミはそれから取ってんの？いや、はるかクロミで3の倍数で HK3 にしてて、それはなんだよ、はるかくるみはいいけど3の倍数って。それじゃあ別に日村嫌い3は関係ないってこと？知ってはいたし同じになっちゃうなと思いながらも、大学の学校のやっぱりやり取りとかもあって HK3 にしてます。じゃあ別に日村嫌い3とかではないにしても寄せてるじゃん。その3は何だ？確かに3の倍数って意味が分かんない。そこの理由が何なの？9、6。クーロンミだから。そうです。3の倍数が。クーロンミ。じゃあ引き継いでますよ。でも牡蠣とかもさ、なんか書いた時に豚とかさ。結構率先してくるよね。ちょっと待って。牡蠣はるか。HK だ。牡蠣はるかだ。なんかすげえ気持ち悪い今なんか何これ。生まれながらの牡蠣はるかと黒見はるかも。黒見はるか牡蠣はるか。日村嫌い。あと1人いれば HK3。川端ひな。気持ち悪い。新たな HK3 じゃん。すごくない？川端が言っといて。じゃあこの3人が引き継ぎましょう。いやいや
とやめてよ、こんなの引き継がなくていいよ。よくできた話みたいになっちゃ気持ち悪すぎる。じゃあ引き継いで今後活動お願いします。いいよ活動しなくて。乃木坂4639枚目シングルのタイトルがセイムナンバーズに決定。次回番組内で新たな選抜メンバーを発表。皆さんどうも、乃木坂46伊藤理也です。今日はペットのみんなが来てます。なんだ、猫ちゃんかな。何、ガオちょっとライオンも来てます。何なんか喋ってる。何。かわいい。はい、ということで皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。